はい、夜のね、都会の風景を描いてみましょう。まずね、空の色を作りますね。グリーンと、そして暗い赤を混色して、ね、夕闇の色ですね。このくらいの色かな。これをざっとね、広げて、まずフラット塗りです。そして下の方はね、イエローオーカーを加えて少し街の明かりを暗示しましょう。今水を弾き飛ばしましたよ。ほらこんな感じです。そしてそれを乾かしてから、今度は、ビルをね描いてみます。黒をたっぷりと置いてきて、それにブルーを加えます。随分暗い色ですね。この色をね、このように平筆のタッチを生かしてね、高いビルを描きます。ちょっといろいろな形描くと都会らしくて面白いですね。十分暗くしたこの暗い色が手前の建物を表現しています。足元はちょっとぼかしましょうね。空気感です。さて、しっかり乾かして、いよいよこんな建物にね、明かりを描きますよ。これね、不透明のホワイト絵の具です。そしてイエローですね。まずこの2色を、これが白ですよ。これが黄色、不透明ですね。これを濃いめに溶いて、ね、この夜のビルに、赤々とね灯っているこの明かりを表現します。こんな感じですね。下のはちょっと動かします。でもビルの窓はね、全部光が灯ってるわけじゃないので、点描で描いたりね、いろいろ変化つけましょうね。さあどうでしょうね。明かりがずっと見えてきましたね。こんな雰囲気ですね。そしてこのビルがね、一番手前でしたから、ここは窓の一つ一つを描いてから、それからこれ足元に広がるね、街の明かりを白で塗ります。その上にね、不透明にイエローをね重ねるんですね。どうでしょう。ずっと賑やかになってきたでしょ。でそこに、これがねエメラルドグリーンですね。少し重ねましょう。そうするとなんか蛍光灯のね光のような、いかにも現代のね、照明器具のような雰囲気も出ます。このビルの下の方は、これはネオンサインでねカラフルですので、色を入れたり、またビルの上に色を入れたりして変化をつけます。どうでしょうね。ここは街の明かりですよ。はい、これで出来上がりです。はい、今回は夜の都会の風景ね描いてみましたね。もう今はね、もう夜だって都会はもう光にあふれてますよね。だからこの闇と、そして強い光をどう描くかがポイントですね。今回この闇はね、暗闇、あるいはビルのシルエットは黒い絵の具を使いました。さらにこの強い光ですね。これは不透明のホワイト絵の具を使って描いたんでしたね。透明水彩に不透明水彩まで使っちゃうのってね、そう思わないでね、どんどん挑戦してみましょう。そして、ご自分のね表現の幅を広げてみる。それが今回の私のね皆さんに対する提案です。はい、いかがでしたか。これからもね私と一緒に水彩を楽しんでいきましょう。それではまた。
いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。